屋根がポップアップするハッピーワンプラス T とのんびり一人旅をしているレトロ男子です。今日は相棒ハッピーワンの車検に来ました。実はブレーキの利きに不安があるので、車検を機会に強化することにしました。こちらは大阪堺市にあるクロスカーズさんです。この会社に車検とブレーキの強化をお願いしています。実は初めてハッピーワンに乗った時、一番気になったのはブレーキの利きが甘かったことです。そこで車検の見積もりをした際にブレーキの不安について相談をしました。こちらの社長はトヨタが主催するヤルスカップで優勝経験を持つ現役のレーシングドライバーです。走りを知り尽くしたプロフェッショナルです。軽キャンピングカーという車の特性をよく見て、良心的で適切な提案をいただきました。後ほど試乗結果もお話ししますが、ブレーキ強化大正解でした。こちらの会社、現役レーサーの会社らしいでしょう。いい年した親父がもうなぜかワクワクしますね。それではブレーキ強化の詳細と費用すべてお見せします。なお、これからお話しするブレーキの感想はあくまで私が体感した個人的な感想意見ということをご了解ください。軽キャンのブレーキが弱く感じる一番の理由は車重にあるそうです。キャンピングカーは家具や電装を積むことでベース車よりも数百キロ重くなります。ハッピーワンプラス T でも400キロ以上重くなっています。車両重量が 1.5 倍になっているのにブレーキはノーマルのまま。当然止める力は落ちますよね。私が一番不安を感じたのは高速道路上です。長い下り坂の場合はそれなりにスピードも上がります。制動距離が伸びているので早め早めにブレーキを踏まないとこれはちょっと危ないなと感じましたね。 JP スター車もオプションでブレーキの強化ができるようになっています。最初は JP さんに相談しようかなと考えたんですけれども、会社が愛知県ですからね。大阪からだとちょっと距離があります。ちょうど車検も近づいていたので車検を出すクロスカーズさんに相談をしました。費用もそんなにかからずブレーキを強化することができるということなのでお願いすることにしました。リフトアップされたのでそこを初めて見ました。青色のパイプがスタビライザーですね。フロントとリアについています。リアタイヤにはショックアブソーバーもついていました。このおかげで横揺れには強いんですよね。初めて車体の底側をゆっくり観察しましたが、エンジンの位置やエアコンの室外機の位置などがよーくわかりました。私、ハイゼットのエンジンはハイエースと同じように座席の下にあるのかなと思っていたんですよ。座席の少し後ろ側にあることがよくわかりました。エアコンの室外機もファンとですね、コンプレッサーが別々の場所についていることも分かりました。家庭用エアコンの室外機に比べるとやはりかなり小さいですね。なので無理なく軽音につけることができているんですね。エンジンがこの位置にあるから居住スペースの床が熱くなるんですね。これはマフラーですね。シャーシの構造もよくわかります。オレンジ色のポールのようなものがショックアブソーバーです。右上の黒いパイプは排水タンクの汚水を排出するためのパイプです。いよいよブレーキの作業の開始です。これ新しいものなので、はい、お家に置く場所があるのであれば持って帰ってもらって。あ、そうですか。作田社長から作業内容を説明していただきました。今回取り替えるディスクローターとディスクパッドです。ディスクローターにはスリットが入っています。ディスクパッドもノーマルの素材と違ってよく効くそうです。ウィンマックスという製品です。製造は MK 樫山株式会社。こちらの会社は50年以上の歴史を持つブレーキの専門会社です。ワインディング走行用、つまり山道など曲がりくねった道路に適したパッドをつけてもらいました。ディスクにスリット、つまり溝が入っていると熱を放出するそうです。なのでスリット流のディスクをつけてもらっています。ブレーキの仕組みはディスクをパッドで挟んで止めるという至って簡単明瞭な仕組みです。
ディスクとパッドの摩擦が大きければ大きいほどよく止まりますよね。ただ摩擦が大きければそれだけ熱を持つということです。高温になりすぎると摩擦材の樹脂がガス化して薄い膜となり摩擦の効果が低下するらしいです。またペーパーロックといってブレーキフルード、つまりブレーキオイルですね。これが熱によって沸騰して中に気泡ができてブレーキが効かなくなる現象が起きるらしいです。長時間ブレーキを使いすぎると熱を帯びて危険なフェード現象が起きるんですね。ディスクにスリットが入っているとその熱が帯びにくいということです。またパッドの素材は従来よりも摩擦が大きくなる素材を使っているのでそれだけ効きが良くなります。摩擦が大きくなる分熱も大きくなりますが、ディスクについたスリットでその熱を放出するようになっています。なのでカーブや坂道の多い山の道に適しているんですね。これはキャンピングカーにぴったりのブレーキじゃないでしょうか。従来取り付いていたディスクとパッドを外した後、ついている錆をきれいに落としてくれています。ブレーキの取り替え作業、私生まれて初めて見ました。そのおかげでブレーキの仕組みがなんとなく分かりましたね。タイヤの周辺が黒いすすでよく汚れていましたが、パッドの粉だったんですね。ブレーキを踏むとよくキーキーと鳴いていました。故障かなと思ったりしていたんですが、作田社長に聞くとそれはもう逆でブレーキがよく効いている証拠だそうです。今回のブレーキ交換、メリットだけではなくやはりデメリットもあるんですよね。今お話ししていた黒い粉なんですが、摩擦が大きくなるので従来のブレーキよりも多く出るみたいです。それだけディスクとパッドの接している面が摩擦が大きい、パッドが削られているということです。ですから当然パッドの消耗率も高くなりますよね。従来のパッドよりも寿命は 10% か 15% 短くなるようです。それと当然交換の費用がかかってくるということです。スリットの入っているディスクは他の会社もいろいろと作っているとのこと。またいろいろな車種の車にも対応できるとのことです。今新たに取り付けるディスクの表面をペーパーでこすり塗装を削ってくれています。新しいディスクを取り付けました。パッドの取り付け作業です。新しいパッドの表面をペーパーでこすって塗装を剥がしています。ここの部分はブレーキの油圧の装置を調整しているのかなと思いますが、ブレーキを踏むとブレーキオイルの油圧が上がります。その油圧の力でキャリパーと呼ばれる部品のピストンが押し出されます。ピストンが押し出されることでパッドがディスクを挟みます。その摩擦で減速や停止したりします。今映っているのがそのあたりの部品だと思うんですが、でもさすがですね、躊躇なく作業を進めています。パッドを取り付ける部品の作業をされています。パッドの取り付け作業です。YouTube でブレーキパッドやブレーキディスクの取り替え作業を見たことがあるんですが、簡単に取り替えているように見えていました。私でもできるん違うかなと思ったぐらいですが、作田社長の取り付けの作業を見ていると、そんなん絶対無理だなということがよくわかりました。何せブレーキですからね。一つ間違ったらこれは命に関わってきますから、それなりの知識経験のいる作業ですね。新しいブレーキパッドに変えたことで一点注意事項があります。ブレーキディスクの表面が削れるまで急ブレーキは踏むなということです。ブレーキディスクの表面がツルツルになっていない状態で強くブレーキを踏むとブレーキパッドが変形する恐れがあるそうです。ブレーキを強化するとよく効くので面白いので、最初に急ブレーキを踏む人が多いそうです。パッドとディスクがなじまない間に強い力を加えるとパッドが変形する恐れがあるとのこと。隙間ができて当然効きが悪くなります。知識経験に基づいてこれだけの作業をされているのにかかわらず、技術量は決して高くないんですよ。後ほど費用は全てお話ししますが、これだけの作業をしていただいているのに申し訳ない気持ちになりました。新しいディスクとパッド取り付け完了です。
2日後、車検も終了したということなので引き取りに行きました。ブレーキ強化実証実験に今日来ました。快晴ですね。気持ちがいいような天気です。どこに行こうかなといろいろ迷ったんですけれどもね、できるだけ坂の多いですね、曲がりくねった道をですね走ってみようかなと思いました。それで思いついたのがこちらの方ですね、南大阪金剛山の付近、この辺り非常に曲がりくねったですね、道が多いので、こちらの方を走ってみようと思います。金剛山が近づいてきましたね。今回のルートは金剛山と桂木山の間にある水越峠を越えて奈良へ行きます。見ての通り大阪側もヘアピンカーブが続きます。奈良側もカーブの連続で非常にはうってつけです。上りに関してのブレーキはもう全く問題はありませんでした。峠の頂上に近づいてきました。現在はこのトンネルをくぐって、奈良県に出ます。出た瞬間、これ気をつけないと一瞬明るすぎてですね、目が見えなくなる時があります。トンネルに入った時もそうですね、一瞬真っ暗になって目が見えなくなる時があります。でもこのスピードを緩めるためのデコボコですね、答えますね、お腹に。このところよう聞いてくれます。景色最高ですね。これはもう奈良県です。奈良に来ました。どうですか、カメラで確認できますかね、ブレーキが効いている状況。ここも急勾配のですね。キューッと効いてるでしょ。あまりやるとちょっと後ろの荷物が飛びそうなんで。効きます。要は踏み込んだ時にですね、キューッという感じで効いてくれますんで、ブレーキ操作がですね非常にしやすいですね。前のブレーキの場合はやっぱり踏み込んで若干効くまで、時間がありましたんで、タイムロックがありましたんで、意識的にちょっと早めにブレーキを踏まないことには操作が難しかった面があります。でも今回はこれちょっとあれだなと、スピードを制御せなあかんなとキュッとこう踏んだら即反応してくれますんでね。非常に運転がしやすくなります。ちょっと不安がですねなくなりましたね。ブレーキに対する不安が。強化する前は運転するとですね、必ずやっぱりブレーキ大丈夫かなっていう不安が一度湧いたんでね、操作がしづらいという面があったんでね。でも今回はもうやっぱりこれキュッとこう効いてくれますので、いいですね。これはもうやっぱり変えて私大正解やったですね。今降りてきました、水越峠。動画では水越峠の下りあっという間ですが、実際は長い時間かかっています。現在走っている道は奈良県側の金剛山のふもとです。結構勾配のきつい道です。この先の公園で休憩しますが、車中泊やキャンピングカーについて考えていること、そして今回のブレーキテストの結果などについてお話ししたいと思います。奈良県五條市にある5万人の森公園です。
金剛山のふもとで、ここは本当に穴場の公園ですよ。横には五條市の博物館も建っています。産直市場とレストランもあります。展望台からは絶景が広がります。紀伊半島の背骨、大峰の山々が見渡せました。それでは、ちょっと休みたい、休憩したいと思います。まあコーヒーでも入れて、ちょっと休憩します。よいしょ。キャンプブームを本当に終焉しましたね。まあいずれは終焉するとは思ってましたけどね。私前のキャンプブームですね、30年前の第一次キャンプブームと言っていいでしょうか。あの時まだ子供も小さかったですからね、もう本当のオートキャンプの走りみたいなことをしていました。当時もそうですね、非常にブームになって何年ぐらい続いたですかね、5年ぐらい続いたですかね、5年ぐらい続いて、いつか知らん間にですね、もうブームは終わってましたね。まあ子供たちもね、喜ぶのはね最初だけなんですよ。そのね、ずっと山の中行ったりするよりはね、子供はやっぱりね遊園地行きたいですね。飽きてくるんですよ。だから最後ね、子供たち連れて行っても最後の方にはですね、またキャンプって言ってましたね。ちょっと暗いな。ちょっと明るくなりましたね。一時期ね、YouTube でも、まあ今でもキャンプの YouTube たくさんありますけれども、車中泊っていうのは手間をかけるのが嫌になるんですね。キャンプなんかはですね、ああいう非日常を楽しむっていうような感じでですね、手間暇かける、ヒロさんのチャンネルみたいにですね、焚き火で食事を作ったりとかっていうことですね。それが一つの楽しみなんですけれども、ね、車中泊はね、どちらかというと手間をかけない快適な暮らしがしたいっていうふうに傾くんじゃないでしょうかね。だからああいう高級なキャンピングカー憧れられるんだと思いますよ。さあもうちょっと濡れたですかね、入れようかな。まあでも今回ブレーキのですね補強の実証実験ということで山道走ってきました。上りと下りですね。結構下りきついところも走りましたね。上りもきついところ走りましたけど、結論は本当に交換してよかったです。数字でね表せたらいいんですけれども、そういうような計測器とかそういうの私持ってないんで、感覚でしか言えないんですけれども、明らかに体感ですね、ブレーキを踏んだ時の体感は違っています。安心感がありますね。何回も走行中言ってましたけど、踏み込んだ時にブレーキを踏み込んだ時に効くまでの間若干ちょっとねタイムラグみたいなのがあったんです。前のやつはスーというかスーという感じで効かない、それからしばらくようやくキューッと効き始めるっていう感じだったんです。それから絶対ダメかって言ったらそうでもないんですけれども、やっぱり効くまでの間ですね、タイムラグがあって、1秒ないにしても 0.5 秒にしても効くまでの間ですね時間がかかったらやっぱり精神的にちょっと不安になりますね。今回のブレーキはね、それは道があるぐらい踏んだらバーンと効くんかっていったらそうでもないですけれども、踏んだ
時からもう完全にブレーキ効き始めますんで、ギューッとやればだんだんこう効いていくという感じですね。ですからブレーキで制動がかけやすい、車の制動がかけやすい、運転がしやすくなりました。それとかけたらすぐ効きますんで、安心感ですね。これはもう全然違いますね。だから前の車は本当にね、運転してたらね、コーナーリングや何かスピードを緩める、坂道で緩める、なかなか効かないですからね。やっぱりそのためにちょっと不安になるんですね。今回は乗っていてもそういう不安を全く感じなかったですね。普通の車を運転しているような感覚で運転することができました。ですからもし余裕があるっていうか、ブレーキに不安があるちょっとどうかなと感じられている方がおられるんであれば、ちょっと検討されたらいかがでしょうか。そんなに高いもんでもないですしね。費用についてはですね、車検の費用と全て後でですね合算してお話はさせていただきます。さあ、いただきましょうかね。それでは車検とブレーキ強化の費用についてお話しします。今回が初めての車検です。今回かかった費用は24ヶ月法定点検の費用18,000円。ヘッドライトの点検調整1,500円。そしてブレーキ強化の費用、ブレーキフルード、ディスクローター、ディスクパッドの交換です。この3つの部品代の合計が28,360円です。そしてブレーキ取り替えの技術料は1560円です。知識、経験に基づく技術料としては安すぎると思いますね。ブレーキ強化の総額は38,920円です。法定費用の38,980円。これを足して総額で97,400円でした。ブレーキ強化は前輪が7、後輪が3の効き方から、前輪だけするのが経済的との提案でしたので、フロントだけ交換しました。次回は夏本番にハッピーワンのエアコンの実証実験をします。冷房能力と使用可能な時間を確認します。ぜひご覧になってくださいね。